北海道旅行以来自宅に置いていた軽トラ。リフォームの資材搬送のため再び広島に持っていきます。まずは夏のダメージを確認します。予想通りテープが剥がれかかっていました。ゴリラテープでしっかり補修します。ちなみにシートで覆っていた天板の部分は問題ないので、やはり直射日光のダメージが大きそうです。続いて鍵の閉じ込め対策です。北海道では旅の最後に鍵を閉じ込めてしまいバタバタしてしまいました。不測の事態にも対応できるようにスペアキーを仕込みます。小屋の側面にキーケースをつけることにしました。その中に軽トラと小屋の鍵を入れておきます。ちょうど羽織の隙間に収まっていい感じです。最後にタイヤの空気圧をチェックします。軽トラは荷物を積んでいない時と積んでいる時で適正な空気圧が変わります。今は小屋を積んでいるので空気圧は高めになります。自転車で使っている電動の空気入れでチェックします。まずは前輪。すでに設定以上の空気が入っていました。問題ない範囲なのでこのままにしておきます。続いて後輪。こちらは少し足りないので補充しておきます。これで準備完了。広島に向かいます。朝一で神奈川を出発して一路西へ。小屋を乗せた状態の上限80キロでひた走ります。とにかくキープレフトで迷惑にならないように。休憩を挟みつつ12時間、ようやく到着しました。さすがに疲れたのでこの日はここまで。翌朝荷物を下ろしていきます。初のロードバイク、ジモティーで安く譲ってもらいました。暖かくなったらしまなみ海道を走りたいと思います。そして半年前まで置いていた定位置に小屋を下ろします。
寒さで縮んだのか単管パイプがきつくなっています。セッティングは慣れたもので30分かからず完了しました。半年ぶりに軽トラが身軽になりました。最後に小屋が倒れないように単管パイプ同士を固定しておきます。今回はしっかりテープ部分もカバーしておきました。次回載せるときテープの状況を報告したいと思います。それではまた。